製品の素材によってコンベアのルートを変更する方法を説明します。製品のルートを設定するには2つの方法があります。1つは E カタログのコンポーネントの設定を使用する方法です。もう1つはビヘイビアの設定と Python スクリプトを使用してロジックを作成する方法です。パート1では E カタログのコンポーネントの設定を使用する方法について説明します。E カタログのタイプ別モデル。コンポーネントテンプレーツを選択します。コンベヤーテンプレートを追加します。スプリットコンベヤーテンプレートを追加します。マニピュレーション。PNP を選択し、スプリットコンベヤーを選択すると、黄色い三角形が3つ表示されます。これらは別のコンベアなどに接続できる部分です。外側から内側に向いている矢印は、ワークを搬入することができます。内側から外側に向いている矢印2つのどちらかからワークを搬出するとき、ワークを方向転換させることができます。コンポーネントプロパティウィンドウのターンライトにチェックを入れ、何もない空間を選択し、再びスプリットコンベヤーを選択すると、矢印の向きを変更することができます。今回は、チェックは入れず、矢印を R 側と B 側のままにします。マニピュレーション。PNP が選択された状態で、コンベアの R 側にスプリットコンベヤーを接続します。コンベヤーテンプレートを右クリックし、コピーします。3D ワールドを右クリックし、貼り付けます。コピーしたコンベヤーテンプレートをスプリットコンベヤーの R 側に接続します。再度、3D ワールドを右クリックし、貼り付けます。コピーしたコンベヤーテンプレートをスプリットコンベヤーの B 側に接続します。E カタログのタイプ別モデル。フィーダーズを選択します。アドバンスドフィーダーを追加します。アドバンスドフィーダーは、ワークとしてラインに流すコンポーネントの作成やプロパティの作成ができます。マニピュレーション。PNP が選択された状態で、最初に追加したコンベヤーテンプレートに接続します。コンポーネントプロパティウィンドウの規定タブのクリエーションモードを確認すると、ディストリビューションがデフォルトで選択されています。ディストリビューションは、ディストリビューションブックタブの機能を使用して、作成するワークの詳細を設定することができます。ディストリビューションブックタブを開きます。ノートのエディターで開くは、ワーク設定用のノートを開いて、設定を編集することができます。アドバンスドフィーダーを選択時に、3D ワールドのフィーダー付近に表示されるオレンジのアイコンをクリックすることで、編集することもできます。アイコンをクリックすると、ノートが表示されます。ワークの設定がデフォルトで用意されています。6行目に First for columns are reserved dot と記述されています。15行目以降を確認すると、最初の4列は、ワークとして生成するコンポーネントの出現確率、ID、色、インデックス番号のために使用されていることがわかります。7行目に Next columns are customizable properties と記述されています。15行目以降の5列目を確認すると、コンポーネントに追加できるカスタマイズ可能なプロパティが記述されていることがわかります。8行目から11行目には、カスタマイズ可能なプロパティで使用できるタイプが記述されています。実数、整数、文字列が使用できることがわかります。15行目は、コンポーネントのプロパティが記述されています。コンポーネントのプロパティを1つ追加します。プロダクトマテリアルと記述し、マテリアルを表示するプロパティを追加します。16行目に色と同じ文字列を追加します。16行目の色はレッドのため、レッドと記述します。文字列として表示する場合は、シングルクォーテーションをつけます。同様に、17行目の色はパープルのため、パープルと記述し、18行目の色はホワイトのため、
ホワイトと記述します。ノートのウィンドウを閉じます。シミュレーションを実行すると、紫のワークが生成されます。シミュレーションを一時停止します。紫のワークを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウにプロダクトマテリアルが追加されており、パープルと表示されていることがわかります。シミュレーションをリセットします。ワークがスプリットコンベヤーを通る際に、マテリアルによってルートが変わるように設定します。スプリットコンベヤーを選択します。コンポーネントプロパティウィンドウのルーティングルールを展開します。デフォルトでルールが設定されているため、削除します。勘定ルールにマウスオーバーすると、削除ボタンが表示されるため、クリックし、削除します。タイプでルールを選択します。今回は、文字列でマテリアルのプロパティを作成したため、文字列表ルールを選択します。プロパティ名はプロダクトマテリアルにしたため、変数にプロダクトマテリアルと入力します。プロダクトマテリアルに対するルールを設定します。規定ではデフォルトのルールを設定します。今回は R 側のコンベアにワークがデフォルトで流れるようにするため、アウトポート1を選択します。接続もしくはルールを追加をクリックし、新しいルールを追加します。白のワークが流れた時のルールを設定します。規定の下のテキストボックスにホワイトと入力します。白のワークが B 側のコンベアに流れるようにするため、アウトポート2を選択します。シミュレーションを実行します。白以外のワークは R 側のコンベアに流れ、白のワークは B 側のコンベアに流れます。紫と赤は規定のルールに従って R 側に流れ、白は指定したルールに従って B 側に流れていることがわかります。シミュレーションをリセットします。赤のワークにルールを追加します。コンポーネントプロパティウィンドウのルーティングルールで、接続もしくはルールを追加をクリックします。規定の下のテキストボックスにレッドと入力します。赤のワークが B 側のコンベアに流れるようにするため、アウトポート2を選択します。シミュレーションを実行します。紫のワークは R 側のコンベアに流れ、白と赤のワークは B 側のコンベアに流れます。紫は規定のルールに従って R 側に流れ、白と赤は指定したルールに従って B 側に流れていることがわかります。製品の素材によってコンベアのルートを変更する方法についての説明は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。